はい、どうも皆さん、こんにちは。ひでチャンネルです。今回は簡単クロッキーレベル 1.1 簡単クロッキーはなぜそう書くのかというテーマでお話ししていきたいと思います。そもそも簡単クロッキーとは何かと言いますと、これは僕が勝手にそう呼んでいる全身の書き方で、僕が今までに参考にしてきた絵の技法書のノウハウを噛み砕いて、初心者の人でもステップアップ式で取り組める全身ポーズの書き方なんですよね。全身を描くのが苦手な人でも取り組みやすいということで、簡単クロッキーレベル1の動画はおかげさまで視聴回数100万再生を超えて皆様からたくさんの反響をいただきました。まだご覧になっていない方で全身を描くのが苦手だけど何から手をつけていいのかわからずに困っているという人は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらも合わせてご覧いただければと思います。今回は簡単クロッキーレベル 1.1 ということで、簡単クロッキーレベル1の動画で説明しきれなかったなぜこのように書くのがいいのかという部分について3つの理由を解説していきたいと思います。実はこの3つの理由がそのまま人物画を描くときの基本となっているので、今回のお話は人物画を描くのが苦手な人にとっては非常に重要な内容となってきます。これさえ分かっていただければ簡単に全身ポーズが描けるようになると思いますので、全身を描くのが苦手だけど何から手をつけていいのかわからない人、市販の技法書ではレベルが高くてつまずいてしまっている人はぜひ最後までご覧ください。また、ひでチャンネルオンラインサロンでは平日毎朝ライブ配信でお絵描き講習をやっております。リアルタイムで視聴できない方でも途中参加の方でもアーカイブ動画で全ての配信を遡って見ることができますので安心です。もっと絵が上手くなりたい人、お絵描き仲間が欲しい人は概要欄のリンクからどうぞ。僕の詳しい仕事経歴も概要欄にリンクを貼っておきますので、興味がある方はそちらも覗いてみてください。それではやっていきましょう。ということで、まずは簡単クロッキーレベル1はどんな書き方だったかざっくりおさらいしてみましょう。レベル1では全身は書かず上半身のみにフォーカスして書いていきます。まずは絵のサイズを決めるために頭と股下の位置に目印を書いて、体の流れを表すアクションラインを書きます。次に頭をざっくりと四角で書いていきます。7頭身の人ならだいたい上半身は 3.5 頭身くらいになるかと思いますので、こんな感じで先ほど書いたアクションラインを分割すると頭の大きさがわかりやすいです。次に肩の傾きと股下の位置に合わせて腰の傾きを書きます。胸郭と骨盤を単純な台形の形で書いていきます。あとはお腹の部分を線でつないであげて、腰の台形に足の付け根のパンツのラインと肩の位置から腕を一本線で書き足してあげれば完成です。簡単クロッキーレベル1の動画ではこのような書き方の手順をお話ししましたが、なぜこのような書き方をするのかについてはほとんど触れていなかったと思います。書き方は分かっていても、その理屈が分かっていないと、ただ見た目を真似するだけの浅い理解になってしまって、ここからどうやって絵を発展させていっていいのか分からなくなってしまうんですよね。ですので今回はこの書き方の本当の狙いを理解していただくために、なぜこう書くのかということについて3つの理由を解説していきたいと思います。簡単クロッキーレベル1はなぜこう書くのか。理由の1つ目は、絵を描く基本、単純な形で捉える癖をつけてほしいからです。初心者の人が人物画を描こうとすると、見た目に気を取られて表面の凹凸を追いかけるようなこんな描き方になってしまいがちなんですよね。本当に描き慣れたプロの人ならこの描き方でもうまく形を取れると思いますが、これはかなりレベルの高い描き方で、こういう描き方をしているとなかなかうまく描けずに絵を描くこと自体が嫌になってやめてしまう人が多いんですよ。ですので、まずは表面のディテールに気を取られずに全体を単純な形で捉えるという見方を癖づけてほしいと考えました。簡単クロッキーレベル1では、まず各絵のサイズの当たりをとって体の軸となるアクションラインを書いたら、肩の傾きと腰の傾きを書いて、それを目安に胸周りと腰周りを単純な台形の形で書いていきます。では、なぜ台形で書くのか、皆さんわかりますでしょうか？この理由がしっかりと分かっていないと、次のレベルにステップアップしていくときに困ってしまうと思いますので、なぜ台形で書くのか、その理由をここでお話ししていきたいと思います。まず、胸周りですが、骨格を見てみると、胸郭という卵型の大きな骨の塊があって、その上に鎖骨があり、その端から腕の骨、上腕骨がついています。
背中側から見た場合、肩甲骨が胸郭の上に乗っかっていて、上腕骨はボールジョイントで肩甲骨とつながっています。この骨格の上に筋肉が乗っかっているのですが、主な筋肉だけで言うと、胸には大胸筋という大きな筋肉がこんな感じでついていて、肩周りは三角筋で覆われています。肋骨の下の方は前鋸筋という筋肉があって、外側は広背筋がシルエットを作っています。背中側から見た場合、首の付け根から背中の中央にかけて僧帽筋という大きな筋肉があり、肩は三角筋で覆われています。背中のシルエットは上腕骨から伸びる広背筋が作っています。広背筋と僧帽筋の間には大円筋、小円筋、極下筋という小さな筋肉群があります。このように胸周りは一見すると複雑に見えますが、これを単純な形に置き換えると、肩の先と胸郭の下のラインをつないだこのような台形型のシルエットになるんですよね。次に腰回りの構造ですが、腰回りの骨格は骨盤と呼ばれる大きな骨の塊がこんな形になっていて、足の骨は一度外に出っ張ってから斜め下に向かってついています。こちらも単純な形に置き換えてみましょう。骨盤は単純な形に置き換えるとすり鉢状の形になるんですよね。そこに先ほど同様足の骨がこんな形でついています。骨盤の上の部分と股下の位置の足の出っ張りを線でつないでみると、こんな形の台形のシルエットになると思います。先ほど書いた胸の部分を合わせてみると、だいたいこんな感じになりますよね。ですので、レベル1の書き方では、このように台形の形に単純化して書く方法を採用しているんですよね。初心者の人はついついディテールの細かい部分に注意がいってしまうと思うのですが、この簡単クロッキーレベル1で単純化して考えるという癖をしっかりと身につけてほしいと思いました。この書き方だと横から見た人は書けないんですけど、横から見た人を書く場合、奥行きという立体の意識が必要になってきますので、レベル1では解説しませんでした。ということで、簡単クロッキーレベル1はなぜこう書くのか、理由の一つ目は、絵を描く基本、単純な形で捉えるという癖をつけてほしいからでした。簡単クロッキーレベル1はなぜこう書くのか、理由の二つ目は、見た目にとらわれず軸の流れを意識してほしいからです。簡単クロッキーレベル1では最初に書く大きさを決めたら体の軸の流れと頭を書いて肩、腰の傾きを書くようにしています。体の軸の流れはアクションラインと呼ばれ、肩と腰の傾きの関係性はコントラポストと呼ぶんですけど、実はこの軸の流れが人物画にとっては非常に重要な要素になってくるんですよね。先ほども言いましたが、初心者の人は表面のディテールを意識しすぎて、全体の流れを見るということがほとんど意識できていないような気がします。これが意識できていないと、ポーズがぎこちなくなってしまって、絵的に不自然になってしまうんですよね。ですので、簡単クロッキーレベル1では、主に体の軸の流れと肩、腰の傾きに意識がいくように、他の難しい要素はほとんど取り除きました。人物を描くときに重要な要素はいろいろありますが、いきなり全てを取り込むのは難しいので、まずは簡単クロッキーレベル1で体の軸、肩、腰の傾きを常によく見る癖をつけてもらうことが目的となっています。体の軸の流れ、アクションラインについては別の動画で詳しく説明していますので、気になる人は概要欄のリンクをチェックしてみてください。ということで、簡単クロッキーレベル1はなぜこう書くのか、理由の2つ目は、見た目にとらわれず軸の流れを意識してほしいからでした。簡単クロッキーレベル1はなぜこう書くのか、理由の3つ目は、単純に書くことで比率の間違いに気がつきやすいからです。先ほどもお話ししましたが、表面のディテールを追いかけるような書き方だと、バランスが取りにくいのと合わせて比率の間違いにも気がつきにくいんですよね。例えば、頭からディテールを追って書き始めた場合、形を追ってしっかり描いたつもりでも、やたら頭が大きくなってしまったり、手足の長さがちぐはぐになってしまった、なんて経験がある人も多いのではないでしょうか。簡単クロッキーレベル1では、まず軸の流れを書いて、上半身をキャラクターの頭身に合わせて分割します。こうすることで、頭から股下まで大きさの比率をしっかり守って書くことができるんですよね。胸郭も骨盤も単純な形で書くので、頭と肩幅の比率や
肩幅と腰幅の比率なんかもディテールがない分意識しやすいんじゃないかと思います。このキャラクターに合った比率を守るということも人物画を描く上で非常に重要な基礎となりますので、簡単クロッキーレベル1でしっかりと意識する癖をつけてもらえればと思います。人間の基本的な比率に関しては簡単クロッキーレベル0準備編の動画で詳しく解説していますので、比率について詳しく知りたい人は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらも合わせて見ていただければと思います。ということで、簡単クロッキーレベル1はなぜそう書くのか、理由の3つ目は単純に書くことで比率が意識しやすいからでした。いかがでしたでしょうか？次回の動画では実際に写真を使って簡単クロッキーレベル1をどのような手順で書いていくのか、キャラクターの完成まで実践しながら解説していきたいと思います。